インペタム、やっていこな。すっごく良さそうな雰囲気してる。長い出張から帰ってきたら、家が奇妙な静寂に包まれてたから、何が起きたのかを突き止めていくホラーゲームみたいやで。オッケー、やっていこう。設定はマウス感度だけ上げたけど他はデフォルトや。やあ、今家に帰るところだよ。あと数時間で着くからね。導入あるの最高だね。息子は元気にしてるかい？何も問題ない。二人に会えなくて寂しがったよ。会えるのが楽しみだよ。前川で出張してたんかな。何の仕事で出張してたんだろう。わからんけど重要ではないわな。調べられるものにはマークが出てくるって。遊びやすくてええな。お、チャプター式。よし、動けるね。明るさちょうどよくてなく。なんかもやってる？霧の濃い夜なんかな。操作は WASD 移動でシフトがダッシュ、コントロールがしゃがみ、マウスはカメラとチェックで使うってコンフィグで分かってるよ。ライトは？ないんだと思う。まあ必要ないわな。乗ってきた車を調べられないから、おとなしく家に帰ろう。家族も待ってるやろうしな。道路封鎖されてるからこっちじゃないのね。車は家の前に止めたんやと思うで。普段のホラゲーだと遠い場所で乗り捨てるからその発想はなかった。家の鍵をなくしちゃったかも。でも裏庭にスペアを置いてあるから問題ないね。裏庭に鍵置いてるの危ないやろ。さすがに一工夫して隠してあるっしょ。それでもうちは怖いわ。一応そのままで開かないか確認したけど開かなかったから裏庭に行きます。現状両芸なんやからクソホラーに対する動きするのやめてな。だいぶ豪邸な広さしてるね。歩くのも一苦労やな。さて鍵探す。もう誰かが俺の道具を持ってった。でもなんでだ？まあ今必要なのは鍵やから気にせんでもええやろ。工具で壊すっていう最終手段が取れなくなってるから気にはしておくよ。てか普通に鍵あったよ。簡単に開く場所に置いておくの物騒すぎんか？微細なノイズ音だと思ってたけど雨降ってたんだ。鍵あるんやし窓から入ろうとするな。つい癖で。ダーリン、誕生パーティーに招待されたの。行ってくるけどすぐ戻るからね。できればでいいけど何か買って帰ってきて。パスタとか紅茶とかコーヒーとか。帰ってくる前に言ってほしかった。家に入って一服してから買い物行こな。時代設定いつくらいなんだろう。さあな。さてお店に行かないとだね。一休みもさせてもらえないんか？一度休むと出かける気なくなっちゃうからかな。まずは車でお店に行かなきゃ。まあ車ならすぐやろうし行こな。電気屋に道の封鎖を解除してもらわないと。右は封鎖されてて何もなかったから左に誰かいるってことかな。そもそもなんで封鎖されてるんや。電気系統の修理かな。もしその設定なら鬼の暗さじゃないの。優しすぎて泣く。こっちも封鎖されてるや。誰かおらんのか？ねえ、車での用事があるんだけど。開けてくれるみたいだ。簡単に開けてくれるんやな。作業終わってたんか？作業中だとしても迂回できない封鎖のされ方してるから開けてくれなきゃ困るよ。謎に運転させられるわけじゃないんだ。テンポいいホラゲーやな。荒れてる？海外のスーパーのイメージこんなんやろ。場所によるね。ここで商品買うの衛生的に不安ではある。ガムボールあるやん、買えんか？言われたもの以外は買えないっぽいね。子供かな？子供の方が自由に買い物すると思う。で、これは商品ピックしてレジに持っていくいつものやつだね。へいらっしゃい。気さくな店員さんだ。荒れた店の中に大きなやつおるの怖いぞ。あの店員さんに商品の場所聞きに向かうのもありだね。カゴやらカートのせいで迷路みたいになってるな。明るいから余裕で抜けていくね。正直な話ね、何を買うのか覚えてないよ。でかいアイスは頼まれてないのは確かや。スクワットで声が出ちゃう年齢？疲れてるんやろな。同じ厚さで同じ脂身のあるお肉。はよ必要なもの揃えろ。お肉に気を取られて見つけるのに苦労したよ。自決する時の音？雷やと思ったけど店員が消えたし銃声やったのかもな。行ける道増えた合図だと信じて戻っていく。店員さん、なんだってんだ？誰かおるんか？治療か身ぐるみ剥がしておこう。正反対の二択やめろ。ごめんなさいでした。本当にビビった。店員が急に出てきた不気味要素で終わると思ったところにこれはうまいわ。ちょっと気合い入れておこう。クソ、
何が起きたんだ？俺の頭がどうかしてるのか？店員さんいなくなってるしどうかしてるのかも。手に入れた分のコーヒー代だけ払って帰りたい。ちゃんと買うもの買ってけ。チンチンしても来ないや。ちんちん言うな。こういうのは平気。常に来ることを前提に歩いてるもんな。二段スケアじゃない限りは基本平気や。ホラーに慣れすぎたね。って油断してるとシンプルなジャンプスケアに驚くんやけどな。缶が落ちた音がしたけどどこからかわからぬ。誰や？パーカーだったしバックルーム入っていったから店員さん。生きてたんか。何が現実なのかよくわからないね。バックルームの扉は開かないから行けってことではないみたい。見えないけど何かあった。明るくするぞ。欲しいもの揃えたからレジ行こうな。会計をしたいんだけど。いびき？化け物のうめき声か？お金を置いていくね。釣りはいらんのか？これで起こせないものかね。レジ漁るわけにもいかんし釣りは気にせず帰るしかないか。じゃあ帰る？うち暗闇 NG なんやけど。何が起きたの？誰かいる。また殴られるんか？行くしかないっぽいね。覚悟の上なら怖くはないしな。逃げるんか？カゴとカートが邪魔になってるから行き止まりだ。こんなん蹴り飛ばしたれ。気にせず帰っていいってことかもだし戻る？なんて？耳ポショ音声は苦手？店員呼んでくればいいのかな？判定なしだから違うか？何してるんや。店員と化け物は同じなの？奥から来たように見えたから違うと思うで。畜生！なんてこった。何の儀式？あれ？幻覚でも見てるんか？ペルソナみたいな音楽。いつのや？ここから逃げないと。家に帰ってゆっくりしたいしね。 BGM 明るくなっても店内そこそこ荒れてるんやな。起こったことが現実なのかわからんわ。またのお越しを。生きてる？やっぱ幻覚か何か見てるんか？ただいここまでがプロローグ部分って考えると結構ボリューミーやな。やっと帰れた。スーツケース。妙だな。まだ。なんで？別にあってもよくない？出張族なら使うやろうしな。ここですよのライトアップされてたけど電話は使えない。背中ゴロゴロするやつある？ちょい暗いけどあるな。紙袋は捨てない派か。ブランド物なんやろ。取っておいても使わないなら捨てるけどな。なんでここに背の低い机置いてるんだろう。こういうテラテラした置物好き。買わないけど。エリザベスの鍵。でも彼女はパーティーに行ったはず。息子一人置いていったってこと？単純に忘れただけかもしれんぞ。鍵忘れても閉めるときに気づくよね。忘れん坊を舐めたらあかんで。まずは買ったものをキッチンに持っていこう。ここかな？キッチンは普通正面。で汚いトイレやな。おい、一体ここで何があったんだ？血で汚れるにしては控えめやな。フロー家に死体があるとかでもないみたいだ。綺麗にしなきゃ。鏡には映らない。いつも通りやな。雑巾で拭いて取れるの？固まってる血じゃないんかな。敵が潜んでそうで怖いね。というかリビングに物置かずに掃除始めてるけど、荷物持ったまま掃除するのすごいポテンシャルやな。何が起きた音なのか本当に謎。風呂の中に何か出てきたとかは？多分ない。リビング行こか。飾るにしても視線を感じる絵は嫌だな。猫おる？いるけど動かないや。置物か？それにしては置き場所がちゃんとしてるから寝てるのかな。テレビ周りは何もない。部屋を明るくもしてないし離れてもないから見る権利ないで。机にも変なところはない。よくわからん機械と花瓶だけあったな。目もある。久しぶりやな。ダーリン、
友達のマーサが遊びに来たのよ。出張中に女連れ込んだの？やろ別に。あなたが彼女をあまり好きじゃないのは知ってるけど、優しくしてあげて。数日だけうちに泊めるから。またマーサかよ。あいつ嫌いなんだよな。いつもエリザベスをトラブルに巻き込むんだよ。トラブルメーカーか。たまにならいいけど、いつもトラブルのは嫌かも。俺が仕事で留守の間、楽しい時間を過ごしてたみたいだな。寂しく待たれるよりはええな。少しは寂しいと感じてほしくない？いや別に。買ったものやっと置けたよ。しまわんのか。しまう場所わかんないんじゃない？今時にそぐ安定主関白やな。金庫にお金を入れるのを忘れないようにしないと。金庫探そな。1階で調べてないのはキッチン入ってすぐのここだけや。引き出し開けたりもパソコンいじれたりもしないみたいや。冷蔵庫にお金しまおうとするボケはクソつまんないからカットしたぞ。すごく助かる。何もなかったから2階行くで。階段登ってすぐに扉あるの危なくない？そうか。 2階から降りるときに油断してると落ちちゃいそう。自分の家なら慣れるやろ多分。まだ寝るには早すぎる。やることがあるんだ。寝室ってことやな。覚えとこ。やることあるときほどベッドインしたくなるのって私だけ？お前だけやで。そっか。車の絵ばっかりだね。トイレ掃除の時もやけど、何が起こった音なのかマジでわからん。金庫のナンバーロック、コードが思い出せない。3桁だし10分くれれば開けられるね。初手から思考を放棄するな。座って周りを見てみよう。なるほどね。座っただけでわかることあるんか？左端の絵に3って書かれてたから。きり見えるな。他の絵にも数字が書かれてるんだと思うよ。ここは右に7ってある。廊下の絵に9だね。簡単でよかったな。妙にハイテクやな。セキュリティとしては3桁は甘い気がするけどね。盗まれるときは金庫ごと取られることもあるから言ったらキリがないで。いい音楽。音楽、マーサがかけたんだな。多分キッチンというかリビングにあった謎の機械が音楽プレイヤーや。様子を見に行くか。音楽かかってても寝たままの猫。生きてるのか不安や。マーサ、何してるんだ？何された？消えた？幻覚か？一応冷蔵庫チェック。寝室から音がする。電話の方に注目しろ。留守電になっちゃった。急がんからや。電話をリビングに置いてないのが悪いもん。玄関派多いけど利点あるんかな。もしもし、あなたに連絡が取れなくなる。今日は電力に問題があるみたいで、誰かが修理業者を呼んで家の前の道を塞いでるの。心配よ。あなたが早く来てくれるといいんだけど。家の前に知らない人いるの怖いもんね。修理業者ならええやろ。最近はどんな業者でも怖いから嫌だよ。なんでエリザベスは家電にメッセージを残したんだろう。考えてもわからないし、音がしたっていう寝室に向かう。なんでマーサが俺たちの服を散らかしてるんだ？トラブルメーカーというか嫌がらせに近いやろこんなん。全部拾うタイプね。拾ってクローゼットにしまったよ。悪夢見そうな絵があるやん。家族写真かな？なんでこんな不穏なんや。ホラーだからでしょ。寝室からすぐの場所にトイレあるのいいね。誰や？マーサか？エリザベスかも。文字読んでなかったけど消えちゃった。You never loved me だったぞ。俺に何が起きてるんだ？あなたは私を一度も愛してくれなかったって書いてたならマーサってこと？嫁と不仲やったのかもしれんやん。結婚してるなら一度は愛したでしょ。愛のない結婚もあるんやで。それは私が認めないよ。子供部屋か。寝室から近すぎるなら一緒に寝ればよくない？おもちゃたくさんあるけど調べられる場所はなさそう。とりあえず座ってみ。どこに？椅子にや。またあのモンスターで遊んでるのか。話をしなきゃだな。説教か？一緒に遊ぶってことじゃないの？見たことないおもちゃのバスがある。ちょっとテンション上がってるのくさ。割とビビった。なんだ？ぬるっと出てきたな。押し倒してみるか？猫の変身術だった？そんなわけないやろ。ないよな。猫の生存確認ができたからよしだね。何がよしかはわからんけどダメなことではないな。ナイフ
なぜここに？誰かが怪我しないように片付けないと。片付けんでええから持っとけ。なんだかんだでシンプルな武器が一番強いもんね。猫を刺そうとするな。持っていけるかと思っただけだよ。アイテム扱いも良くないで。キッチンが定位置だろうし戻しに行く？持っておきたいけど片付けるって言ってるししゃあないわな。いる。包丁込みの悪質タックル食らわせたれ。お任せあれ。知ってた。消えるのは予想できたわな。おとなしくキッチン行こな。ティーポットの音かな。柄抱きか？どこの誰さ？一体何が起きてるってんだよ。わからない音だからティーポットを先に処理する。マーサを探さないと。1階から探索し直してみよか。謎解きみたいな絵だけど特に意味はなさそう。ピクトグラムに見えてくるわ。寝室にいた猫は本当にここの子だったみたいだ。そうかい。リビングに何もなかったし、あとはトイレと電話チェックして2回調べる。おう、イリュージョン。不気味ではあるけど怖くはないな。油断させたところの驚かせがうますぎるわ。私は暗転の瞬間に覚悟の準備ができたから平気だったよ。一体何だったんだ。気分が悪くなってきた。寝た方がいいな。ベッド調べて就寝。体調が優れない時はこれが一番ええからな。寝るのもワンチャプターなんか。夢世界とかかな。見えるのは嬉しいけど割と目にくる。なんじゃい。体が動かない。金縛りって無理やり大声出すと動けるようになるよ。いらねえライフハックや。何？子供部屋の方に誰か立ってる。わからん。 6倍にしとくぞ。それすると明滅で目がやられる。ならここはセリフもないからダイジェストにする。見つめてると消えるので、周りを観察して異常を見つけて見つめる。ちょっとドキッとした。見てるなら金縛りから助けてくれんかな。いい足。割と見えるようになってきたで。これこっちが動けないの分かってて誘ってきてない？そうかもな。じらしがうまいよね。そうかもな。お、進んだな。何気に一番時間かかったチャプターだった。ひどい夢だった。本当に夢だったのかな？金縛りは実際にやってもおかしくはないしな。まあ化け物に襲われるのはありえんか。寝起きには水飲みたいだろうしリビング行こう。感停電や。クソ、停電だ。電？家の前の道路を封鎖して修理うんぬんって言ってたけど治ってなかったの？予備電源が作動したか。でもバッテリーは長くは持たないぞ。ほなブレーカー上げに行こか。これ個人でなんとかできるタイプの停電なの？わからんけど行ったことない部屋が2階に1箇所あるしそこ行こな。屋根裏の電気パネルを確認しないと。多分フューズが飛んだんだ。ほらな。ドアが閉まってる。鍵が必要だ。お、誰かいる。鍵くださいで OK？ オッケーではないけど引き出し見とこな。エリザベス、どうしたんだ？泣いてる？消えちゃった。味方なのかもわからん。奥のカーテンに血文字書かれてるっぽいけど読めないや。部屋全体が荒らされとるな。絵が全部きっちり傾けられてるとそういうコンセプトの部屋にも感じちゃうね。で、鍵ゲット。しゃがみがあること忘れてるな。それじゃ唯一開けてない扉を開くよ。屋根裏部屋があるとかやっぱり豪邸やな。光の粒が幻想的だね。多分埃やぞ。こういう音がした時に何されたかわからないの悔しい。息子の絵、何を意味しているんだ？よく思われてなさそう？仕事中心人間やったんか？親子の仲が良くないにしても包丁の絵は謎。仲が良くないなら謎ではないで。電気パネルは一番奥にあるのかな？迷路でもないから簡単やな。ドアはボルトで閉められている。レンチが必要だ。子供が開けちゃうと危ないからかな。そう考えるといいお父さんやな。開けてなかった引き出しにはなかったよ。見えねえ。
今まで行った部屋を見てきたけど何もなかったし、この屋根裏部屋に隠してあるはず。ここは割と明るくて助かる。こんなとこ最初からあった？わからんけど進めたならよしや。マジで油断してたわ。何もないが長かったからね。長かったのは全部屋再確認に行ったからで、普通にやればここ電気パネルからどちゃ近やで。奥に誰かいる？未だに人と名前が一致せんわ。文化祭のお化け屋敷感出てきたね。そうか。消えたけどいられても困るからありがとう。電気つけてこな。開いてないが？ボルト外した音か？なるほど。ここの判定鬼目。連打したれ。ほい完了。ダメだ。修理業者まだいるならすぐ直してもらおうよ。1階の様子を見てみようか。予備電源で明かりついてるうちにライトの類持っておくべきや。割とプリケツだったな。カッサカサのバッキバキやったぞ。どういう状況？奥のやつは死んどるか？青と白の縦縞だからエリザベスだよね。だとして口論してた2人は誰や？ビンタは笑勢いがあったな。序盤から思ってたけど耐久力が高いな。で、さっきのシーンで口論してたのは誰やったんやろ。登場人物的に息子かまさか自分しかいないよな。う。店員と修理業者もいるよ。そこまでの他人は家の中に入れんやろ。クソ、ひどいありさまだ。誰がこんなことを。あれ？こんな扉あったっけ？多分なかったぞ。インゴット？かなり厳重な金庫やん。いやでも壊されてるから厳重だったかはわからないよ。壊しておいて中身が無事なのが謎やな。電話が潰されている。まだ使えそうやん。通話も留守電聞くのもできないよ。ふむ、キッチン方向行こか。割と行き止まり。お？ホラゲーにしては強靭な肉体すぎる。戻れないからトイレチェックできないや。掃除されたまま汚れてないのは見える。どういうこっちゃ。猫は尻尾動いてるから生きてるね。そんなん見えんから人を助けに行け。むむ？こっちを襲うんじゃないのか。いやこれ妻が刺されるの見る方が辛いやろ。助かる？精神的限界時の視界だ。むむ？来る。妻はナイフで刺したのになんで主人公は打撃なんや。切れ味落ちたからじゃない？ねえスーザン、この患者に何があったんだ？すごく重症だって聞いたけど。ああ、イーさん。彼は本当に不運でした。出張から帰ってきたら悪夢のような状況に遭遇したんです。強盗たちがしばらくの間、彼の家族を見張っていたのです。彼らは停電を装い、修理業者のふりをして深夜に家に押し入りました。主人公が帰ってきてから押し入られたんか？強盗がすでに押し入ってたところに帰ってきたんでしょう。なんてことだ。それで家族全員が被害に遭ったのか？残念ながらそうです。彼の妻と息子は助かりませんでした。強盗たちは容赦なかったみたいで、彼自身も頭部にひどい外傷を負いました。強盗は彼を殺そうとしたみたいですが、どうにか生き延びたのです。信じられない。彼は今どういう状態？なんとか安定させることができましたが、傷は深刻です。複数の頭蓋骨骨折と脳の腫れがあり、すでに何度も手術を受けています。現状重体ではありますが安定しています。思ってたより話が現実的で引いとる。今強盗流行ってるもんね。これほどひどい状態にもかかわらず、モニターは脳の活動を検知しています。今、彼の頭の中で何が起きているのか想像もできません。
終わりだね。最後の語りで今までの描写の意味が分かってゾクゾクしたわ。山頂を見た日を脳内で延々と繰り返してるんやろな。ストアでのちぐはぐな描写も渋滞の人の記憶だって考えたら納得だね。割と心にダメージ負ったから今日はここまでにしような。ホラーゲーマーにしてはメンタルが弱すぎる。弱くてええわ。それじゃ今回はここまで。次も何かいいホラー持ってくるで。今回のクラスなら大歓迎だよ。ほなまたな。バイバイ。